紙で作るタンポポの花ですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。この紙は幅が2センチ、長さの方は29センチになります。まずはじめにこの画用紙の端の方、下から5ミリのところに印をつけます。印を書いたら30センチ定規を先ほどの印のところに当てて、定規をやや斜めにしつつ、反対側の角の方に合わせます。次に定規のところに線を描きます。このような感じで斜めの線を描きました。そしたらこの斜めの線をハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、また同じように端っこの方に定規を当てます。先ほどと同じように下から5ミリのところに印を描きます。印を描いたら今度は反対側の角の方、反対側も同じように下から5ミリのところに印を描きます。印を描いたら定規を横にして左右の5ミリの印、ここを結ぶように線を描きます。このように線を描きました。次にハサミで切れ込みを入れていきます。先ほど引いた5ミリの線の方ではなく、反対側の幅の広い側、こちらに切れ込みを1ミリ程度の幅で入れていきます。切れ込みは5ミリの線に沿って、入れていってください。端っこの方まで切れ込みを入れました。5ミリのところだけ残している感じになります。次に切れ込みを入れていない側、ここに鉛筆などの棒を当てて指で押さえながら横にスライドさせていきます。これにより下の部分が若干カールします。次に端の方から丸めていくのですが、高さが低い方と高い方があると思います。巻き始めは低い方から巻き始めます。背の低い方の末端の方からくるくると丸めていってください。丸める際に上の切れ込みを入れている側を合わせるのではなく、切れ込みを入れていない側を合わせるようにして巻いていってください。巻き終わりました。巻き終わった時に上の切れ込みを入れている側がへこんでいて、切れ込みを入れていない側がまっすぐ辛い位置になっているようにしてください。もしも真ん中へこんでしまっている場合は、鉛筆などをこのように一回押し込んで、切れ込みを入れている側から軽く優しく押し込んで、反対側を出っ張らせて、その後指でまた押し直します。このようにして調整してみてください。あとは末端にボンドを塗って貼り付けます。下の部分も飛び出ないようにボンドを薄く塗って貼り付けてしまいます。薄くボンドを塗りました。ボンドがしっかり乾くのを待ちます。次に額辺の方を作っていきます。この紙は幅が2センチ、横の長さが4センチになります。まずはこの画用紙、上の方5ミリのところに印を描きます。印を描いたら、この印を線で結びます。はい、5ミリの線が描きました。また同じように、先ほど描いた5ミリの線、そこを基準に下の方にまた5ミリのところに印を描きます。印を描いたら定規を横にして線で結んでください。はい、このような感じのものを描きます。次に上の部分と下の部分にトゲトゲを描いていきます。上と下にトゲを描いたら、これをハサミで切ってください。ハサミで切りました。で、鉛筆の描いた跡が残っているので、消しゴムで消しておいてください。次に上の切った部分、短い方を奥の方に向けて、このようにちょっと折ります。折る際に反対側の手で支えのような感じでやると、折りやすいと思います。折ったら次に反対側。こちらは手前に向けて折ります。折る際に片方の手で下の折る場所に指を当てて、このように
やると折りやすいかと思います。このような感じのものを作ります。次に茎の方を作ります。この画用紙は幅が2センチ、長さが10センチになります。この画用紙を斜めにして角の方に定規を当てます。定規を当てる際は角の部分が二等辺三角形のような、三角形ではなく、このように急な角度のある三角形になるように調整してください。あとは定規を片手で押さえた状態で角の部分を引き上げます。引き上げる際は先端のこの角度の急な部分の近くを持って引き上げて、引き上げたらまた手を動かしてというように都度手を移動させて引き上げてください。このような感じになります。もしもカールしている具合がいまいちであればもう一度行ってください。次にこの画用紙の角の部分をハサミで切ります。切る角度は一番最初に定規を当てた時の角度、これと同じような角度で、ハサミで切ってください。このような感じで切りました。切ったらこの部分だけでいいので定規を当てて、そしてまた引き上げてカールさせます。次にハサミで切った部分から、丸めていきます。棒状に丸めたら長さや太さの調整で先端の巻き始めの部分を緩める方向に回したり、逆に最後の部分を締める方向に回すことによって、長さの調整や太さの調整ができますんで、また緩めた後に締める方向に回すことによってしっかりと硬くなりますので、こうやって調整してみてください。太さの方が調整できたら末端にボンドを塗ります。茎の幅は 4mm か 5mm 程度にしています。長さの方はおおよそで9センチになります。茎の長さが長いものがいい場合は、使用する画用紙の長さを長いものをご使用ください。次に上の尖っている部分をハサミで切って平らにします。そしたらハサミを縦にして3mm 程度の切れ込みを4箇所入れます。切れ込みを4箇所入れたら上の部分を開きます。開いたら上の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほど作った鼻の方、下の切れ込みを入れていない側を貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付いたら次に額辺を貼り付けます。上の花びらの切れ込みを入れていない部分、ここと額辺の切れ込みを入れていない部分、ここを合わせるように貼り付けますので、ボンドを塗って、まずは1箇所貼り付けます。まずはこの部分が貼り付くのを待ちます。次に他のところにもボンドを塗っていき、そして貼り付けます。この時に額辺が斜めにならないことを注意してください。ある程度巻いたら不要な部分はハサミで切ってください。末端にもボンドを塗って、そして貼り付けます。次に軸の方、こちらも、貼り付けます。軸と額辺の隙間のところ、ここにボンドを塗っていきます。ある程度塗ったら押さえて、貼り付けます。指で包むような感じにすると、つまむような感じにするといいと思います。ボンドが貼り付くのを待ちます。次に上の部分を開きます。これはもう指で、どんどんと、横に開いていってください。ある程度開きましたら、やや外側あたりのこの画用紙を思いっきりこう曲げるような感じで外側、下の方に動かしていきます。このように広げたら、次は鼻の下のところの画用紙、これを指でつまむようにして曲げます。ある程度曲げたら指で少し優しく下の方に曲げつつも動かしていきます。あとは茎の方がまっすぐなので、これを少しばかり曲げて、自然な感じにします。はい、これで花の方の完成になります。
今度は葉っぱの方を作っていきます。この画用紙は幅が 4.5、長さが11センチになってます。この画用紙をまずは半分に折ります。半分に折ったら下書きを描きます。上の方が太い三角形のような感じで徐々に細くなるような感じで描いていってください。このような感じで描きました。一番最後のところはのりしろ用に細長くしています。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、これで葉っぱの方が出来上がりです。こんな感じですね。鉛筆の書いた跡があるので消しゴムで消しておいてください。あとは裏の方に鉛筆などを当ててこのように軽くカールさせます。葉っぱが出来上がったら、あとは花に貼り付けます。葉っぱの末端ののりしろの部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。この時に軸と葉っぱの真ん中の部分をもうこのように合わせて大きくずれてないかを確認してください。あとはお好みの枚数、葉っぱを貼り付けて完成になります。いかがでしたでしょうか。実際に飾る時にはタンポポの花1つというよりも、2つ3つと、作ってみたり、葉っぱの方も枚数多くするとより賑やかになるかなと思いますし、また別の、飾りですね、飾り土台を使うとこんな感じにもできます。過去紹介した飾り土台に貼り付けることによってこのような感じの見栄えになります。こうすると、壁に貼り付けてで壁飾りにすることもできますんで、よろしければこちらの動画の方もご覧いただければと思います。それでは今回は紙で作るタンポポの花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。